こんにちは。仕事に役立つ文房具のセレクトショップ10の仕事道具店です。今日は頭の中のことを整理するときにしていることを手順に沿って言語化したので紹介していきます。少し前にノートパッドってめっちゃいいよっていう動画で思考整理をしているシーンをね、背景に映していました。思考整理についても動画をお願いしますというコメントをね、ありがたくいただいたので、今日は思考整理についてちょっと自己流にはなっちゃうんですけども、紹介していこうと思います。あんまり支離滅裂にはなってないとは思うんですけど、完璧なものではないのでご了承ください。まず前提としてどんなシーンに思考整理をしてどんな状態を目指しているのかを話していきます。シーンは商品紹介や自己紹介で伝えたいことがたくさんあるっていう状況で、その状態で思考整理することで伝えるべきことを取捨選択し、一言でキャッチーに表すことを目指す。あとは嫌なことがあったり自分にがっかりしてモヤモヤしている時、この場合は紙に書き出すだけでね、すっきりすることも結構多いです。でもそれでも気持ちがモヤモヤしていたりとか、よく似たようなことでね、悩んでるなっていうふうに、気がついたときは、どうしてモヤモヤするのか、モヤモヤしないための捉え方とか解消方法がないか、いろいろね考えて、違う角度で見て心や頭にスッと入ってくる状態を目指しています。あとは資料作成時、何をどう伝えるのか、どの順番で話すかなどを整理します。何かの説明資料とかであれば情報に過不足なく、そして理解しやすいように作りたいなと思うし、何かで承認をもらいたい時の資料とかだったら構成とかストーリーを考えたりとか、作った資料で達成したい状態になる、そうなるように伝えられることを目指しています。思い返せば昔上司に資料が下手すぎる、紙で構成書いた時点で一回見せてと言われたのが、資料作成前に紙に書き出したのがスタートだった気がします。当時はね、資料作成となったらまずパソコンを開いて資料を作るソフト立ち上げて、作りながら頭の中だけでどんなことを伝えようかなっていうの情報をね整理していたので、そりゃわけわからない資料になるよなとちょっと今更ながら納得。あと最後に、最近こういうシーンにも使っているよっていうね最新情報です。やりたいことがわからないとか、やるべきことがわからないとき、そんなシーンにも思考整理使ってます。自分の得意不得意とか、ワクワク感、成長できるのか、誰かの役に立つのかとかね、自分の気持ちを整理すると、これだっていう確信を持ってるものがね分かって、何のためにやっているのかとか、そしてそれが自分がやるべき理由とかやりたいことだとね確信を持てるので、挫折しにくいというかね、どっぷりハマれる状態になれるなと思ってます。あれもこれも中途半端ってね嫌気がさしている人は、思考整理することでやるべきことを絞り込んだりとか、いやこれからやろうみたいな優先順位をねつけられたりとか、あと何もやる気が出ない、もう私じゃなくてもいいじゃんとやりたいことがないなって思っている人も、これをしたら充実感がありそう、もしかしたらこの先もっとやりたいことにつながったりしそうだなっていうのにねたどり着けると思います。抽象的でちょっと分かりにくいですね。この自分と向き合う思考整理は別の動画で一本作るので、そちらも合わせてご覧ください。ということで、左側のような状態から右側の状態になれることを目指して思考整理をしていきます。次に思考を整理する時のステップを先に説明します。私は思考整理するときはだいたい5ステップに分けて考えています。ステップ1は頭の中にあることをとりあえずすべて紙に書き出します。頭の中をすっきりさせる思考整理って家の大掃除に似ているなと思うんですが、掃除に例えるならこれは全出しの作業だと思います。自分の意見だったり感情、困りごと、見聞きしたこと、噂、本当にもう何でもいいので全てを紙に書き出します。どうせこの紙をね後で捨てるので、自分ではね認めたくないような醜い感情も吐き出しちゃいましょう。ステップ2ではステップ1の吐き出し切った後に残った疑問とか、もう少し深く考えたいことを考えていきます。私はねステップ1で吐き出してるうちに、これについてもう少し考えた方がいいなっていうのが高確率で出てきます。
もしかしたら慣れてないうちはね、その次に考えなきゃいけないことみたいなのが出てこないかなっていう場合もあると思うんですが、そんな時は吐き出した情報をカテゴライズ、分類すると次に考えるべきことの手がかりがつかめるんじゃないかなと思います。あとは自問自答とか逆説的に考える。例えばやりたいことを考えているのであれば、思いつかないんだったら逆にやりたくないことは何なのかとかっていうのをね、自分に問ってみましょう。次のステップ3は情報の取捨選択と第三者視点で考える。ここまでいろいろと吐き出したものを俯瞰してみてみて重複しているものがないか多分あると思うんですけど、で逆にね不足しているものがあったら書き足したりとか、第三者視点で考えてみて違う視点からも書き足していきます。資料作成であれば資料を見る人の気持ちになって考えてみたりとか、もやもやすることがねあるんであれば、身近なポジティブな人とか尊敬する人ならどうやってこのことを考えるかなとかね。でこの3ステップは結構ぐるぐるっとループします。行ったり来たりします。このループのやめ時は確信を持ったアイデアとか考えにたどり着いた時です。もうワクワク感とかでこれしか考えられないっていうね感じになったりとか、あとはまたはこの視点で物事を捉えられたのは結構自分の中で成長だなってあまりにフィットしてね興奮したりとか、そんな感じでこれだってなったらループが終わり。ちょっと終わりなんですが一応ステップ4としておきます。で最後のステップ5では確信を持ったアイデアや考えについて言い方を変えてキャッチーにしてみたりとか、伝える順番を並べ替えてストーリー性を持たせたりとかね、人に伝えるまたは自分の中で落とし込んでおまじないみたいな言葉として持っておくために今までの思考整理の内容を分かりやすくする作業をしていきます。もうステップ4の時点で確信を持ってるし、すぐにね動き出したい衝動に駆られていたりとか、もうなんかこれ以上はこのこと考えたくないなっていう感情もねあるんですが、ちゃんとステップ5までできると同じようなことで悩んだり迷ったりすることがなくなった気がします。ということでここまで結構長くなりましたが前段が終わりまして、ここからが本番です。この思考整理を言語化している様子をもとに各ステップ5つのステップですね詳しく解説していこうと思います。まずはステップ1、頭の中のことをすべて書き出します。書き出してるうちに考えがずれていってしまうので、最初に何について考えているのかとか、何を達成したいのかなどを書いておくのがおすすめです。この時に大事なのはもう質より量です。なるべく多くのことを書き出すことが重要なので、感情や気分、ふと思いついた単語などもどんどん書き出していきます。もうガーってね書き出すので、できれば15分くらいでもいいからしっかり時間を取れるタイミングで一気にやった方がいいかなと思います。連鎖でねどんどん出てくるので、細切れでやってもねなかなか吐き出しきらないんじゃないかなっていう。あと誤字脱字も本当に気にしません。文字の上手い下手も気にしない。とにかく量。あと紙のサイズは大きければ大きい方がいいんじゃないかなと思うので、ノートパッドない方はカレンダーの裏とかに書いてみてください。で文字で表しづらい時は図形などでもいいです。私は全部書き出す時は頭の中でシミュレーションをして思い出しながら書いてることが多いです。どういうことかというと、思考整理について考えるんであれば、今までやってきた思考整理の時を思い出して、その状況を頭の中で再現して、その時こうやって感じたよなみたいなのを思い出しながら書いてます。嫌なことを言われたとかされた時っていうのはちょっと苦痛なんですが、同じようにその時の状況を頭の中で再現しています。資料作成であれば実際に他の人が作った似たようなね資料を見ながら考えたりとか、その資料を発表する時を想像しながら頭に浮かんだことを書いていきます。今回は思考整理なので、考えを整理するときってどんなことをしてたっけなっていうのとか、あといつも何で思考整理するとき困ってたっけなっていうのをどんどん書き出しています。ある程度書き出した内容をバーっとね上から俯瞰して見てみると気がつくことがあるかなと。今回は思考整理の時に無意識になんか決まった手順または似たような手順でやってそうだなっていうのに気がついたので、どんな順番でやっているのかをもっと考えてみます。ということでステップ2に進んでいきます。
ステップ2はなんと動画を回し損ねたので写真でサクッと説明します。ごめんなさい。ステップ1で書き出したものを見ながら、こんな順番で考えているかなという図を作りました。一回ね、フローを作ってみて、しっくりこなければまた違う図とかね、並び順を考えます。はい、ステップ3ではステップ2で作ったフローをもとに、さらに情報が過不足ないかとか、取捨選択と客観的に考えていきます。ノートパッドがおすすめな理由としては、この前段階のステップ1、ステップ2で考えた内容を見ながら、ステップ3を考えられる点。ページをね、一枚一枚切り離すことができるので、机の上に並べてね、それを見ながら考えることができます。ノートとかにね書き出してもいいんですけど、そうするとページをまたぐとペラペラとね前のページをめくって確認することになるので、こう考えることに集中したいのにっていう感じでね、結構フラストレーションが溜まっちゃうので、ノートパッドがおすすめです。今動画でやってるのはステップ1で書き出した頭の中全出しした内容がステップ2で考えた考え方フローにちゃんとカバーされているのかっていうのを照合してます。被っているなって思う情報はここで一旦捨てたりとか、最初書き出した時は点と点だったこともここでね線としてつながるように間の情報を埋めてったりします。他にもね、抜け漏れがないか第三者の視点でも考えて、自分の考えがちゃんとこのステップ5つのステップのフローに落とし込めてるかっていうのを確認します。ということで、ステップ3の最後に思考整理するときはどんな場合でも大体この順番で考えてるなと確信を持てたので、ステップ4を通過し、次の最後のステップ5へ行きます。ステップ5ではこの考えた情報たちをどうやって動画にして伝えるかっていうのを考えていきます。まずはね、こんなカットが必要だよなっていうのを本当にざっくり書きつつ、あと先にこのカットを見せた方が分かりやすそうとか、この情報を補足で入れないとこの情報って分からないかもとか、この動画を見る人の気持ちになりながら情報を並べ替えたり言葉を言い換えたりして構成を作っていきます。特に資料作成の時はね、ここの作業が一番大事で、どのタイミングでどの情報を見せるべきか、この情報を理解するためにはこの知識が必要だけど、見ている人の大半はその知識があるのかっていうのを頭の中でフル回転させています。今回はどうやらね、ステップ3の部分がちょっと分かりにくそうだなと思ったので、ステップ3についてもっと深く掘り下げつつ、どんな情報を入れるべきかっていう伝え方を模索します。ステップ3について理解してもらうために伝えたいことをまずはね、箇条書きにしつつ並べていきます。今まで私はね、きちんと理解してもらうためには全ての情報を与えた方がいいって思っていたんですが、なんか意外と初めてのことを見聞きするときは、聞き手側にもさばける情報量に限りがあると思うので、ここで伝えなくてもいい情報とかっていうのはね、消していきます。そういうのが紛れ込んでないのかチェックし、不要な情報をね、削除しても話の流れがちゃんと通るのかっていうのを確認していきます。はい、そんな感じで整理ができたので、無事この動画が完成しました。作っていてね、ちょっとその題材が分かりにくかったなと思うので、質問などあればコメントください。最後までご覧いただきありがとうございます。使っている文房具とかは概要欄で紹介していますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。ではまたね。